皆さんこんにちは。リトルビーガーデンのみーこです。夜から雨予報、しかもしばらく雨の日が続くということで、この時期雨に当てておきたい多肉とそうでない多肉を移動させていました。このハロウィンも少し雨に当てようと多肉棚の奥から少し手前に引っ張り出しました。この先端部分をカットして土に刺したら根付いてくれるんでしょうか。やってみる価値はありかも。春にカットできなかったラブリーローズ、首がビヨーンと伸びてしまっています。こうなるとカットしたくてたまりません。この日は曇り空で気温は25度。この日の後も25度前後の気温が続くそうなので、心地よい風も吹いていたため、庭の多肉たちにたっぷり水やりすることにしました。今年はビニールハウスのビニールを外すのが遅れたせいで、多肉たちも少し元気がない様子。調子を崩している多肉もちらほらありました。大きな鉢に植え付けしていたジャイアントブルーも大きくなりました。そういえば谷友さんのアドニスが花が咲いてしまったというのを聞いて、我が家のアドニスを見てみると、花は咲いておらず、葉をキュッと縮めてコロンと丸くなり休眠していました。この徒長している多肉の札を見るとホワイトパームでした。葉が鉢からはみ出しているのはブルーリボンです。これは置き場所を変えた方が良さそうですね。春にかわいい花を咲かせていたアデ姿です。花を咲かせた後に花の重さで茎がぽっきりと折れてしまい、今のところはまだ変化はないようです。このダフネ、春にカットして茎には小さな小カブちゃんがたくさんついていました。そして雨の降る前に畑に行って野菜を収穫してきました。シソは先端をカットして、ズッキーニとトウモロコシはまだ小さかったんですが、雨の中収穫するのは嫌だったので先に取ってきました。イチゴ、ちょっと先っぽが樹れていますが、今日は3つ取れました。その他にもインゲン、そして人参も間引いてきました。キャベツはまだ冷蔵庫にあったんですが、一番大きなキャベツを一つ収穫してきました。水やりをした翌日、ロゼットの上に水滴があったのでブロワーを使い水滴を吹き飛ばしておきました。クリスペートビューティーの隣でちょっと葉がおかしいのはギロ×ヒューミリス。黒くなっている葉を取り除いてみると成長点が樹れていました。葉ざしに使えそうな葉は土に刺して、樹れている葉は
すべて取り除いておきます。葉の付け根をよく見てみると黒くなっているのがわかります。こういう葉は葉ざしには向きません。葉の先端部分がきれいなものだけを葉ざしに使ってくださいね。樹れた葉を取り除き、茎を見てみるとなんとか大丈夫そうですね。ロゼットの水滴飛ばしを再開です。そして先ほどのクリスペートビューティーの親株とカットしたクリスペートビューティーです。葉ざしっこちゃんには根っこが出ていました。下の段の多肉棚でも被害が出ていました。これは葉ざしで育てたエケベリアのマリアです。ポットの縁に引っかかり、隣の多肉ちゃんがくっついてきてしまいました。そしてもう一つ、葉ざしから育てたこのマリアもちょっと様子がおかしいです。一つは完全に枯れてしまっています。もう一つの方のマリアは枯れ葉をすべて取り除いてみます。枯れ葉を取っていると葉が取れてしまいました。これは葉ざしできるかな、ちょっと微妙ですが、とりあえず土に刺しておきました。水やり後で葉が湿っているため、枯れ葉がとても取りにくかったです。春先から梅雨にかけて、毎年この時期になるとマリアが調子を崩してしまいます。枯れ葉をすべて取り終わりました。このまま復活してくれるといいんですが、もう一つ見つけてしまいました。この多肉ちゃんはレッドアガボイデスです。いつの間にか成長点がなくなり、外れてしまった葉からは根が出ていました。これは期待できそうです。このレッドアガボイデスはすでに茎までダメになっているようです。残っていた葉もすでに先端が黒くなっていて、葉ざしは無理そうです。とりあえず根っこを抜いてみます。茎は完全に腐っていて、途中で切れてしまいました。
ポットを軽く揉んで土をほぐしてもう一度挑戦です。しっかりと根が張っているのでなかなか抜けませんでした。白いきれいな根はなく真っ黒でした。1枚だけ根が出ていた先ほどの葉をこのポットに植え付けておくことにしました。無事に夏越しできることを願うばかりです。はい、ということで今日の動画は雨降り前の多肉の移動と水やり、そして調子の悪い多肉を見ていきました。いかがでしたでしょうか。明日はいよいよ広島の産業会館にリエールさんがやってきます。私も谷友さんと一緒に遊びに行く予定なので、見かけたらぜひ声をかけてくださいね。この動画が良かったなって思っていただけたら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。今日も最後までご視聴ありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。またね。